だけほだじゃほう、ウォストリドゥファファラオスです。ほぼ10分でわかる日本語文法。今日の文法は何々ガチですね。N3 文法です。よく聞きますね。JLPT でもよく出てきます。はい、じゃあこの文法一緒に勉強していきましょう。まず例文見ます。はい。じゃあ皆さん、幸せだなぁと思うときは毎日どんなときですか？なんか、私幸せだなぁと感じるのはどんなとき？例えば、毎日お風呂に入れます。入れない人もいますね。はい、毎日お風呂に浸かってリラックスします。幸せだなぁ。毎日寝る布団があります。ベッドがあります。これも結構幸せなことですよね。家がない人もいるし、毎日ゆっくり寝られない人もいますよね。とか、家族と一緒に何もしないけど毎日一緒になんでしょう、日常の生活で話をしますとか、はい、こういうこともみんなよく忘れていますけど、とても幸せなことだと思いませんか？はい、なので人は毎日例えばご飯食べます。幸せだな。なかなか言いませんよね。ちょっと忘れてしまってます。はい、じゃあこれをガッチを使うとどうなりますか？人は日々の小さな幸せを忘れがちだですね。はい、日々の、こういう寝ることとかお風呂に入ること、家族と一緒に過ごすこと、とても幸せなことなんだけど当たり前になってしまってよく忘れてしまってますと同じ意味です。はい、じゃあもう一つ見ましょう。2つ目。はい、この女の人今どんな様子ですか？はい、ちょっと怒ってますね。イライラしてます。はい、こっちの女の子後輩かながちょっと先輩をなだめてますね。はい、じゃあこれは最近の先輩はイライラしがちだですね。はい、小さなことでとてもイライラして怒ってます。はい、ちょっと気持ちがいろいろたくさん重なってちょっとイライラすることが多いですよ。よくイライラしてますよと同じ意味ですね。はい、じゃあこのガチ、これはどんな意味でしょう？はい、意味はよく何々すると同じ意味です。例えば、人は日々の小さな幸せを忘れがちだ。これは、日々の小さな幸せをよく忘れてますよ。当たり前と思ってしまっていますよ。はい、と同じ意味ですね。じゃあ今度、このガチの前、接続は何でしょう？はい、接続は動詞の何形ですか？動詞のます形ですね。ます形のますを取ってがちをつけます。例えば忘れます。忘れがちだですね。はい。で、もう一つ OK です。実は名詞も OK ですよ。ですが、この名詞、使える名詞は実は決まっています。どんな名詞でも使えますか？使えません。使える名詞が決まっています。少ないです。例えば、病気がち。これでよく病気になりますよ。最近ちょっと風邪をよくひきますよとか、ちょっと病気になることが多いですよの意味で使います。はい、なのでちょっとカッコで名詞がちも OK ですよ。はい、じゃあ次ポイント見ていきましょう。1つ目。マイナスの状態に使います。はい。なので、ちょっと何々ガチは良くないことが多いですと言いたいときに使います。はい。で、心配、不満などの気持ちを含む場合が多いです。はい。ちょっとマイナスの状態、良くない状態ですから、それが多くて心配です。ちょっと不満があります。の気持ちがあるときに使いましょう。はい。でもう一つ。よく何々すると同じ意味なんですけど、何々する回数が多いですよとか、何々の傾向があります。強いですよ。はい、こういう表現に変えることもできますね。はい、前の動詞によってちょっと意味が変わってきますが、ポイントは何々が多いです。よくします。と同じ意味です。はい、ここまで OK ですか？では練習しましょう。はい、1番。一人暮らしをすると何々がちだ。はい。皆さん、一人暮らし、実家暮らしと違ってお父さんお母さんいません。自分一人の力で毎日生活します。するとよく
何々します。どうですか？ちょっとマイナスのことなんですか？じゃあ2番、何々は運動不足になりがちだ。はい、これは運動不足によくなりますよ。例えばどんな時ですか？はい、じゃあ考えてください。はい、では1つ目、一人暮らしをするとダラダラしがちだ。はい、皆さんダラダラします。どんな意味でしょう？はい、これは家で特に何もしないことですね。なんか本当は例えば家の掃除をしたり料理を作ったりした方がいいですけど、自分一人だからもう何もしない、携帯スマホ見てなんかコンビニのご飯食べて家でゴロゴロダラダラしますが多いですと同じ意味です。はい、じゃあ2番はどうでしょう？社会人は運動不足になりがちだですね。はい、社会人ですから毎日会社に行って毎日朝から夜までずっと働きます。ちょっと忙しいし疲れていますからなかなか運動するチャンスがないですよね。ジムに行こうと思ってもちょっとめんどくさい、行かないのでよく運動不足になりますよと同じ意味です。はい、OK ですか？ではまとめましょう。何々がち。はい、これどんな意味でしたか？意味はよく何々すると同じ意味ですね。じゃあここの接続何でしたか？はい、ここは動詞ですね。動詞の何形でしょう？動詞のます形です。ます形のますを取って後ろにがちをつけましょう。と名詞プラスがち、これもありますよ。例えば病気がち。はい、こういう表現もありますから一緒に覚えてください。はい、じゃあポイント1つ目何でしたか？マイナスの状態に使います。ですからちょっとよく何々しますが良くないことが多いからちょっと心配です、不満ですの気持ちがあるときによく使う文法です。はい、じゃあポイント2つ目何ですか？よく何々しますと同じ意味なので何々する回数が多いですよとか何々の傾向がありますよと言いたいときに使う文法ですね。はい、じゃあここまでになります。皆さん復習しておいてください。はい、じゃあ今日はここまでにしましょう。お疲れ様でした。バイバーイ。